幼馴染だった彼が留学から帰国したのは7年ぶりのことだった。私がずっと愛してきた彼が、新しくできた彼女を両親に紹介するために帰ってきた。その同じ週、私の主治医はついに、私が7年間戦い続けてきた癌との戦いに敗北したと宣告した。自宅に帰って最後を迎えることを許されたのだ。シャーマンが母親に車椅子で押されていく私を見たとき、彼の口元に残酷な嘲笑が浮かんだ。あらあら、7年ぶりだな、お前彼は嘲笑うように言った。自分で歩くこともできないなんて、本当に惨めだな。彼の声に込められた軽蔑を聞きながら、私はただ静かにジャケットの袖を引き下げ、手の甲に刻まれた無数の注射跡を隠した。大したことじゃないの私は優しく言った。ただ転んで骨を折っただけ。彼は再び鋭い、嘲笑のような笑い声を上げた。そうか？それならちょうどいい。俺、そろそろ結婚するんだ。お前、俺の婚約者の付き添いをやってくれよ。私はかすかに平静な微笑みを浮かべた。できないわ。私、もうすぐとても遠いところに行くから。そう言うと、私はそっと母の手を叩き、静かに家に戻る合図を送った。1、家に着くとすぐ、母が私をベッドに寝かせてくれた。すると間もなく、シャーマンの母親が訪ねてきた。彼女は私の部屋に足を踏み入れ、私をちらりと見て、言葉を選ぶように口を開いた。ニーナ、私お願いがあるの。彼女の顔は赤らんでいた。残りの言葉を言わなくても、私は分かっていた。7年前と同じことだ。その記憶は私の心に焼き付いている。私が診断されたその日、彼女は慌てた様子で私の病室に飛び込んできた。私はまだ癌という言葉を受け止められず、恐怖で泣き叫んでいた。その時、彼女は私の前でひざまずいた。ニーナ、お願いだ。彼女は必死なささやき声で懇願した。シャーマンを巻き込まないで。彼、やっと合格通知をもらったばかりなんだ。もし君が病気だと知ったら、彼は絶対に留学なんてしなくなる。君とシャーマンは幼馴染だし、長年愛し合ってきた。私のために彼の未来を台無しにしないで。別れてちょうだい、お願い。もう全部考えてあるんだ。君に会う男の子を用意した。君はただ、舌で彼とキスするふりをしてくれればいい。シャーマンに見られて、それで彼の心を引き裂いてくれ。彼女の言葉のせいで、私が診断後最初にしたことは、治療の予約や専門医の受診ではなかった。それは裏切りの芝居を打つこと。冷たく、残酷にシャーマンの心を傷つけ、彼を国外に追いやることだった。そして今、予想通り、彼女の声は陰謀めいた、罪悪感に満ちたささやきになった。ニーナ、私を恨まないで。仕方ないんだ。シャーマンの新しい彼女カノラは修士から博士までずっと同級生だったんだ。何から何まで完璧に釣り合っている。ただこんな完璧な結婚を崩したくないだけなんだ。シャーマンがどれだけ君を気にかけてきたか、君は知っているでしょ？もしもし昔の真実を知ってしまったら、私は怖くて彼が。だから少しの間だけでも彼に会わないでくれない？だって君はもう死にかけているんでしょ？外に出歩くべき状況じゃないはずだし。死にかけているという言葉が空気に残った。静かに医療品を整理していた母は、怒りに震えながら一つの大人用おむつのパッケージをベッドに叩きつけた。彼女の目に怒りを見た私は、すぐに彼女の腕をつかみ、弱々しいながらもなだめる仕草をした。それからシャーマンの母の方に向き直り、落ち着いた声で言った。7年前の真実をシャーマンに話さないとは約束できます私は言った。でも彼に会わないとは約束できません。それは無理だった。
過酷な7年間、一瞬たりとも彼のことを考えない瞬間はなかった。抗がん剤治療が耐えられなくなった時、私は彼の肩に手を回した私たちの古い写真を握りしめ、どうにか耐える力を奮い起こした。何十回もの手術を受けた。何度も ICU に緊急搬送され、目を覚ますかどうかという瀬戸際もあった。私をずれ戻してくれたのは母の声だった。彼女は私のベッドサイドに立ち、声がかすれるまで叫び続けた。ニーナ、忘れたの？生きると約束したでしょ？良くなったら自分で彼に会って誤解を解くって約束したじゃない。あなたが良くなったら私はあなたを彼のところに連れて行くって言ったのに。もしあなたが死んだら二度とシャーマンに会えないよ。必死の彼女の叫び、いつもそこにあった彼の名前が何度も何度も私を絶望の淵から引き戻す命綱だった。けれど結局私は戦いに負けた。そしてシャーマン彼には今新しい人生がある。新しい彼女。新しい未来。それでも残されたわずかな時間の中で少しだけ彼の近くにいられないだろうか？だからこそ医者から退院は死を意味すると告げられたとき、それでも私はベッドから起き上がった。そうしなければならなかった。彼が帰ってくるのを知っていたから。2. それで終わりだと思っていた。けれどシャーマンの母を見送り、疲れ果てて眠りに落ちた後、目を覚ますとリビングから彼の声が聞こえてきた。驚いた。7年前、彼の私への憎しみは物理的なものだった。彼は3日3晩私のドアの外に立ち続け、私の喉をつかみなぜ裏切ったんだと問い詰める機会を伺っていた。私が最後にもう愛してないと泣きながら言ったとき、彼は血まみれの拳で廊下の窓を一撃で粉々にした。彼は私に手を挙げなかったが、彼の嫌悪は私たちの間に壁を作った。廊下で私を見かけても、彼は背を向けて別の道を行った。私たちがかつて大好きだった小さなコンビニにも行かなくなった。私の名前が出るだけで彼は顔をしかめた。なんでニーナの話なんかしてるんだ？あの名前を聞くだけでムカつく。彼が空港へ向かう日、私は最後にもう一度彼に会おうと、土砂降りの雨の中を走った。彼は私を見て、苦々しい嘲笑を浮かべた。彼は私たちが一緒に買ったついのリングを外し、私たちの写真でいっぱいだった携帯電話を取り出し、それを私の足元で地面に叩きつけた。そして彼は振り返りもせずに去っていった。それなのに、今ここに彼がいる。私の家に。寝室のドアの隙間から覗いて、私は理解した。彼は婚約者の手を握っていた。お母さん、彼は私の母に言っていた。7年前のあのことが原因ですか？だからニーナに結婚式場の手配や指輪選びを手伝わせようとしないんですか？大丈夫ですよ。もう彼女のことは忘れました。結局、幼馴染なんです。恋人にはなれなくても、せめて友人にはなれるでしょう。彼の婚約者、ソフィーが甘ったるい声で続けた。本当です。シャーマンはニーナとのことを全部話してくれました。彼女が浮気したことは知っていますが、二人とも若かったんです。喧嘩両成敗です。シャーマンにも至らぬ点はあったはずです。彼女は明るく笑った。それに、私は彼女に感謝すべきです。もし彼女がシャーマンを手放さなかったら、こんな素敵な人に出会えなかったんですから。だから本当に過去にこだわる必要はないんです。それに、彼女に手伝いを頼むのは私の考えだったんです。私たち、長く海外にいたから、ここの業者のこと何もわからなくて。それに両親に全部決めてもらうのは彼らの趣味はちょっと古いですし。7年前、私の一番の願いはシャーマンが私のことを忘れ、前に進むことだった。けれど今、
彼がすべてをあんなに冷静に話し、新しい彼女にすべてを話していたと知ると、千代本の小さな針が私の心を刺した。しかし、私の母はそう平静ではなかった。ソフィーの遠回しな皮肉を聞いて、彼女の顔は深い怒りで真っ赤になった。唇が震えていた。お前も母親と同じくらい厚かましいな。彼女はついにシャーマンに怒鳴った。私は心臓をつかまれたような気がした。体を起こしてお母さん。と弱々しく読んだ。こっちに来て。車椅子に乗せて。私が自分で彼と話すから。3。母が入ってきたが、表情はまだ荒れていた。しかし、私が起き上がっているのを見ると、怒りは彼女から消えていった。私は手を伸ばして彼女を抱きしめた。お願い、お母さん囁いた。これだけはさせて。私の最後の願いだよ。彼女の目には涙が浮かんだが、いつも私を甘やかしてくれた彼女は私の兄弟へ言った。私のリップスティックとウィッグを持ってきて、ジャケットを着せてくれた。彼女が私を車椅子で押し出した瞬間、シャーマンは眉を潜めた。一体どうしたんだ？彼は鋭い声で言った。子供の頃からいつも大げさだったが、今はもっとひどいな。ただの骨折だろう。お前の母さんも年なんだ。そこまでして彼女につきっきりで世話をさせる必要があるのか？彼の顔には明らかな嫌悪が浮かんでいた。私はただかすかに微笑んだ。お医者さんによると、ひどい骨折なんだって。しばらくは体重をかけちゃいけないんだ。ソフィーが前に出た。シャーマンのことは気にしないで彼女は手を振りながら言った。彼、海外生活でぶっきらぼうなのが癖になっちゃって。みんなにこんな調子なの私以外はね。また一筋の苦みが私を貫いた。確かに彼はいつも不愛想だった。けれど私には昔は。その考えを押しやり、私はソフィーを見た。本当に私の手伝いが欲しいの？もちろん、もちろん。彼女は甲高い声で言った。ぎこちない世間話を数分交わした後、私は彼らを送り出した。その晩、シャーマンから電話があった。明日の朝、準備をしておくように、結婚式のプランナーに会いに行くと。私は指が白くなるほど電話を握りしめた。彼の声が恋しくてたまらなかったが、同時に恐ろしかった。こんな風に彼と二人きりで電話をするのは7年ぶりだった。あの頃は、毎晩耳元での彼の低く心地よい声を聞きながら眠りに落ちていたものだった。その記憶に浸っていると、彼のそばから女性の声が沈黙を破った。シャーマン、髪乾かしてきて。私は現実に引き戻され、慌てて分かったと言った。私が答えた瞬間、彼は電話を切った。途切れた通話音を聞きながら、知らないうちに抑えていた涙がこぼれ落ちた。こうなることは分かっていた。けれどそれを目にし、耳にし今や彼が誰か他の人のものだと知ることは身体的な、うずくような痛みだった。4. シャーマンは午前10時に準備するよう言った。私は不安で、9時半には母に車椅子で下まで下ろしてもらった。私たちは待った。ずっと待った。正午になっても彼は現れなかった。私が電話をすると彼はそれを拒否した。母は何度も中に戻るよう私を説得したが、私は断った。家を出るだけで私は最後の力を振り絞っていた。この後、二度と外に出られなくなるかもしれないと分かっていた。ようやく午後1時、彼から電話がかかってきた。今から向かうと。母は激怒していたが、私は彼女に懇願し、なんとか無表情を装わせた。車に乗り込むとすぐ、ソフィーは甘ったるい微笑みを浮かべて私に向き直った。ごめんね、ニーナ。シャーマンと私、
昨夜少し遅くまで起きてて。今朝はどうしてもベッドから出られなかったの。私は膝の上で拳を握りしめた。シャーマンは私の車椅子をトランクにしまい、運転席に乗り込むとバックミラーで私をちらりと見た。なんで彼女に説明なんかするんだ？彼はソフィーに冷たく言った。馴染みの痛みが戻ってきた。私はただ窓越しに母に手を振った。彼は速いスピードで車を走らせ、車体が揺れるので私の胃がムカムカした。私は唇を噛みしめて耐えた。昔を思い出した。彼が免許を取った後、いつも彼のお父さんの車を借りて私を連れ出してくれた。彼は私が車酔いすることを知っていたので、とても滑らかに、とても慎重に運転してくれた。タクシーやバスでは酔ったが、彼の車で一度も酔うことはなかった。彼が急ブレーキを踏み、私の弱った体がシートの背もたれに強く叩きつけられた。吐き気の波が押し寄せ、小さなうめき声が漏れた。前の席から彼の嘲笑する笑い声が聞こえた。まさか俺がまだお前のために慎重に運転すると思ってないよな、ニーナ。急ブレーキも急加速もないって？私は目尻の涙を拭った。いいえ、私は静かな声で言った。あなたはソフィーのために気をつけるべきだよ。彼女は今、あなたの彼女なんだから。そりゃそうだ。彼は嘲笑いながらアクセルを踏み込んだ。私の体が再びシートに押し付けられ、背中が痛みを訴えた。けれど私は微笑んだ。少なくとも憎しみはあった。少なくとも私がまだ生きている間、私は彼の心の小さな暗い片隅を占めていた。